こんにちは。こんにちは。整骨院の岡田です。今日は、ね、朝何かあったんでしょすんなり始めようとしたけどそうですね。歩道を歩いてました。はい。ここの整骨院に向かってました。はい。そしたらいきなりゴリッって足首を捻挫しました。それは階段か何かで引っかかったんですか？まっすぐの歩道でした。振り返ってみたんですけど、まっすぐの何もない歩道で私はいきなり転倒するぐらいのひどい捻挫しました。ヒールか何か入ってたんですか？ヒールはちょっとありました。ちょっとヒールはありました。ヒールはあったんだ。ヒールはまあ厚底ですね。厚底だけど、今まであんまりそれならなかったんですけどね。今日はもう本当にこちらに携帯。こちらに携帯。こちらでなんとか支えようとしてまあこけずに済んだからよかったんですけど、足首が痛いです。足首が痛い。朝ずっとアイシングをしていて、で、ちょっと今からテーピングをするので、転ばぬさっきの違うね。間違えた。つえつけた。転んでもただじゃ起きないウイング整骨院。はい。コロナのいいきっかけに動画を作ろうと思いました。テーピング、足首のテーピングの動画をちょっと作っていこうかなと思います。お願いします。ね、まあちょっとどういうことになるのかというと、足首捻挫するとですね、まず、よっこいしょ、この足首の絵、ここですね。よくこの内側にグリッとこう痛めた時にこの前鋸腓靭帯、この黄色いとこですね。もうちょっと大きいかなと思ってたんですけど、この程度ですね。この程度のもの。ちっちゃい。ちっちゃいですね。びっくりしました。そのついてる場所が外くるぶしのとこですね。そうです。外くるぶしからこの虚骨。虚骨っていうこの骨ですね。で、私は真横にゴキってやってしまったので、どうもこの経腓靭帯あたり、ここが痛いんですよね。なので多分これですね、経腓靭帯、この黄色いやつかなと。で、まあ外側を両方ともどっちにしても外側ですので、足首、側関節を外側に固定するようなテーピングをしようと思ってます。それと、よっこらしょ。足首をこう内側にひねってしまいますので、その時にこの腓骨、この骨が割とぐっと下に一緒に、これ全部の骨がこうなりますので、引っ張られてしまいますね。で、引っ張られてこれが落ちてくるのと、あと、よいしょ。これですね。前経腓靭帯。脛骨と腓骨をつないでいる、脛骨と腓骨をつないでいるこの靭帯なんですけど、この靭帯が、よいしょ。これが、腓骨が動くことで引き伸ばされてしまうことがありますね。で、この辺の足首のアライメントっていうのが、アライメントの異常が起きて、よいしょ、この虚骨っていうのがここに綺麗にはまってるんですけど、ここの間が開くと、これが上がってきてしまいます。で、足首がなんか太くなってきたりとか、ここが緩くなってくると、どんどん腓骨が上がってきて、アライメントの異常が起こってきます。アライメントって何ですか？アライメントっていうのは、それぞれの骨とかの位置のことなんですけど、それがアライメントの異常っていうのは異常が起こってくるということですね。正常な位置ではなくなってきて、で、関節の変形が起こってくることがあります。これが足首ですね。で、それを固定するテーピングを今から行っていこうかなと思います。はい。そしたら、こっちの足ですね。こっちの足ですので。皆さん、年を取ったら何もないところでこけるみたいですよ。気をつけてくださいね。本当です。もう本当に底のない、かかとのない靴を履いた方がいいですね。で、これくらい。つい先週はね、この同じように足首くじいた人の治療をしてたはずなんですけどね。それとフェイスブックで言われました。治りましたって言われましたね。でですね、これテーピングするときは、真ん中のあたりをバキッと切ります。そして引っ張ってあげると、両方が浮いてくるので。長さどれぐらいの目安でいきますか？ですね、足の大きさによるんですけど、私は今これ30センチですね。で、やや外をたくさんしたいので、真ん中よりも。内くるぶし、外くるぶしのちょっと上に来るぐらいのイメージ？これはね、くるぶし、そうね、でもくるぶしの上、若干かな、こんな感じ。こっから引っ張り上げる。少し前から上に引っ張り上げる感じですね。よいしょ。
そして端っこは引っ張らないようにです引っ張らね。ないですね。ここまでやってて、あとはここは足首上げた状態で、ちょっと上げすぎたかな。固定したいからですね。ちょっと気合が入りましたね。これが入りましたね。そしてちょっとこれもう一本止めますね。テープがちょっとつあ、いてる。大丈夫です。後からします。12、13。大丈夫だそうです。それ自体は足首を曲げた状態で固定っていう風な意味合い。上げたですね。上げた状態で上に上げて、そうそうそう、その状態で止めていきたいので、これはもうここが一番大事なので、よいしょ。これですね。連動するとね、足が下向きにグイッといくから、その安定性を出すために下向きに足が行きづらいようにそうですテーピングするんね。ですよね。はい。それと内側ですね。内側でひねってるからこの外側になります。だからちょっとここ浮いとっても後からのテーピングで止まっていきます。はい、どうぞ。で今度はですね、このよいしょ。ここのかかとを内側からぐっと外側に留めて、螺旋状に留めていきますね。フィギュア8って言って、一気にこう、8の字に留めることもあるんですけど、自分でするときはかなりそれ難しいので、自分でするときはもう内側から外側だけでいいと思います。10、20、30センチでいきましょうかね。インチョの足で何センチぐらい 23.5 から4ですね。で、大体30センチぐらい。そうね。大まか目安ですね。男性だとあと5センチから10センチぐらい。で、いいですかね。こっち。こうですね。そして、よっこいしょ。こんな感じで止めていきます。そして、下もよいしょ。腹が疲れてます。ちなみにこれテイク2で、テイク2になった理由はそれは言ったらダメです。それは絶対に言ったらダメなやつです。はい、もう一回いきますね。10、20、30センチ。ちょっと短かったから30、もうちょっと伸ばそうかな。40、35でいいかな。ちょっとこれでいってみます。さっきね、めちゃくちゃいい動画が撮れたんですよね。よっしゃ。さて、またもう一個この内側から止めますよ。内くるぶしのちょっと下ぐらいに見えるかな。そうです。ここが内くるぶしなので、かかとのここの三角をこう斜めに、この骨を三角に押さえる感じ。そうですね。ギュッとして、自分でするときは上から固定してあげた方が。そしてここまで持ってきたらちょっと螺旋状やからやりづらいそうなんですよね、自分じゃ。ちょっとよし OK でキュッと引っ張ったら最後は引っ張らないで乗せるだけですね。ほらくっついてきたでしょ、ここもね。バッチリですね。そしてあと最後にさっき言ってたこの脛骨と腓骨が開くので、そこをちょっと止めてあげます。これはね、30の10、20、まあ30でいきましょうかね。だから私の足は今だいたい30から35センチで全部これ止まりました。男性だと、まあ、10センチぐらい、足の太さにもよりますけど、10センチぐらい。プラスぐらいのイメージで。プラスで、この足首するときは真ん中でしちゃうと、ちょっと、なんだろうな。巻きづらい。巻きづらいので、これ端っこからやっていきましょうかね。でもこれはくるくるっと巻いていくので、こういう感じで。ただこれも、それでですね、これ、どっちがいいかな。こう伸ばした方が、ここは、緩むからくっつきやすいんですね。上げて止めようかな。上げて、ちょっと強めに止めてあげると、後がちょうどいいぐらいに締まるんじゃないかな。緩んだ状態で締めるとちょっと足首が動かしにくくなるからね。それと血流の問題もあるので、ちょっとクッとした状態で止めとって少しだけ締めてあげる感じですね。
もう内くるぶしと外くるぶしの若干上ぐらいの感じですね。はい、これでバッチリ。はい、内側もすごく行きにくいし、いい感じです。で、これであとは靴下を履いたら終わりですね。はい、ありがとうございます。皆さんもちょっと気をつけて、本当に、何もないところで私は本当に今日やってもうびっくり。患者さんがこう、何もないところで転んだって言ったら何やってるんですかって話してたんですけど。来週から言われますね、院長が何やってるんですか。そう3月におばあちゃんになるんですけど、自覚なかったんですが、だんだんそうなのかなみたいなショおばあちッゃんにクの方が大きかったです、今回は。ただじゃ起きません？はい。はい。そう、こういうふうにテーピング、わからないときはウィンク整骨院に来てもらったら、私たちがテーピングしっかりしていきます。転んだり、捻挫したときは必ず冷やしてくださいね。ぎっくり腰最近ね、時々温めましたっていう人が、痛み取れませんって言うてきますもんね。その時はちょっと気持ちいいかもしれないんですけど、後からその発痛物質がいっぱい寄ってきて痛みが増強してしまうことがありますので、まずは鎮静化、しっかりこう安静にしてあげることと、冷やすことが大事ですので、こんなことがあった時はまず冷やして、それから電話してください。ライスが大事ですもんね。そうそう、基本ですね。居城安静、居城安静固定アイシングですね。順番がめちゃくちゃやな。あんま言わんといて。さっきの動画の撮り直しの理由言うよ。はい、じゃあまた何か機会がありましたらテーピングやっていきますので、やってほしいことがあったらまた言ってもらったらリクエストにお答えしますので、メッセージなので、なんだっけ、お問い合わせください。お問い合わせください。もし痛めた場合は自分でいろいろ対処しようとせずに、固定した状態ですぐにうちでもいいし近くの治療機関に必ず相談に行ってください。ね、ひどくすることがあるので、ひどくして動けなくなっちゃったらえらいことだからですね。はい。で、院長が言いたいそうです。はい。はい。では今日の動画はこれで終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お、簡単。はい、もう一回、ありがとうございました。ありがとうございました。